はい。皆さん、こんにちは。リリの日本語ポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを見つけてくれてありがとうございます。はい。実はね、今回がこのポッドキャスト第1回目なんですね。はい。初回なので、自己紹介からまずは始めようと思います。皆さんね、私のこと全然わからないし知らないと思うので、ゆっくり話していきますね。はい。ぜひ最後まで聞いていってください。改めまして、リリと言います。オンラインで日本語を教えています。出身は東京です。ずっと東京なので、いわゆる東京子ですね。東京について気になることがあれば、ぜひコメントで教えてください。また別の回でまとめてお答えしたいなと思います。はい。今は韓国人と結婚して韓国に住んでいます。韓国に来たきっかけなんですけど、留学がきっかけですね。はい。最初はこの留学1年間だけのつもりで来たんですけど、気づいたらそのまま住んでいますね。はい。韓国はね、住んでみるととても面白い国で、日本と近いじゃないですか。なので文化も近いかなと思いきや、全然違うところがたくさんあるので、これについてもね、またどこかでお話ししたいなとは思っています。さっき私、日本語をオンラインで教えていると言いましたが、教えるようになったきっかけはですね、韓国に来てから、日本語を勉強したい、日本語を教えてほしいっていう友達がいたりとか、一番はですね、ある友達から、オンラインで日本語を教えてみなよって言われた一言がきっかけでした。最初はね、ボランティア感覚でやっていたのですが、だんだん、あ、これちゃんと仕事にしたいって思うようになって、今ではオンラインで個別レッスンをしています。はい。で、レッスンをしながらね、私自身、日本語教育の、勉強もしています。はい。日本語ってね、最初はね、難しそうっていうね、イメージが強いじゃないですか。最初からひらがな、カタカナ、漢字ってね、文字だけで3種類もあるみたいな。でも、だんだんとね、楽しくなってきますからね。その楽しさもこのポッドキャストで伝えていけたらいいなと思っています。はい。そんなこのポッドキャストではですね、リアルで自然な日本語と日本文化を届けていきたいと思います。例えば、日本人がね、普段どんな言葉遣いをしているかとか、あとは、うーん、居酒屋のマナーとか、季節の行事とか、今で言ったら春なので、お花見とかですかね。はい。あとは、アニメとかでもよく見る学校生活、実際どうなのっていうね、ところとか、あと、韓国と日本の文化の違いなんていうのもいつか話せたらいいかなと思います。はい。でね、こういうことを友達と話すような感覚で話していきます。なので、このポッドキャストは日本語 N3、N2 レベルを勉強している人向けになります。一応ね、ゆっくりはっきり話しますので、聞き取りの練習にもなるかと思います。はい。で、わからない単語があっても、話の流れで意味が、理解できるように、ちょっと意識して話すようにしますね。はい。あとね、思ったことがあって、韓国に住んでいると、日本語の勉強をしている人が本当に多いんですね。嬉しいことに。うん。なので皆さん日本文化が好きだったりとか、あとアニメとか、音楽がきっかけで日本語を始めましたっていう人とか、あとは日本に行きたい人、日本に住みたい、働きたいみたいな人がね、いろんな人がいらっしゃるんですけど、そんな人たちにも聞いてもらえると嬉しいですし、もちろん韓国以外の国の方でもね、はい、大歓迎です。はい。少し話が変わるんですが、今って春ですか？
皆さんの国ではどうですか？日本はですね、3月、4月って春のイメージがあって、春と言ったらね、日本は新しいことを始めようみたいな空気になるんですけど、私だけがそう感じているんですかね。わかりませんけど、4月にね、学校が始まるじゃないですか。あとは仕事が始まったりして、新しい仕事ね。なので、新しい生活が始まるんですよね。だから、なんかそういうのをきっかけにね、新しいことを始めたくなるとか、あとは街を見るとピンクの桜がこうやって咲いて、街全体がワクワクしてる感じ。うん。そんな感じです。日本語にね、門出という言葉があります。新しいスタート、新しい出発という意味です。春はまさに門出の季節と言えますね。はい。実は私もそういう気持ちでこのポッドキャストを始めました。正直に言うと新しいことを始めるのって怖いんですよ。うん。うまくいかなかったらどうしようとか、うまくいくかなっていうね、不安があって。このポッドキャストもずっと始める前から迷ったり悩んだりしていました。私が話して誰か聞いてくれるかなとか、うまく話せるかな、うまく説明できるかなっていう不安がね、常にありました。でも、そんな時に韓国留学した時のことを思い出したんですよ。韓国留学した時、本当に不安だったんですね。あの、留学する日、友達が成田空港まで見送りに来てくれたんですね。うん、すごく嬉しかったんですけど、その見送りしてもらって、母親と一緒に韓国に行きました。で、1週間ぐらい一緒にいたんですけど、その後は母親は一人で日本に帰ったので、韓国で一人っきりだったんですね。うん、もう一人になった瞬間、すっごい不安になって、いや、もう言葉もわからないし、なんか知り合いもいないしどうしようみたいな。でもね、今思うと来てよかったなと思います。はい。あの時一歩踏み出してよかったと思っているので、今回も始めてみよう。とりあえずやってみようと思って始めました。はい。日本語を勉強している皆さんも、最初はね、すごく怖かったり、途中で諦めちゃったり、諦めかけたり、いろんなことがあったと思います。でもね、ずっと続けていくとだんだん楽しくなってきますから、ぜひ一緒に挑戦していきましょう。はい。今日は自己紹介と、このポッドキャストについて、あとその思いをお話ししました。どうでしたか？ YouTube のチャンネル登録、Spotify と Apple Music のフォローしていただけるとすっごく嬉しいです。ぜひ、コメントでも質問とかいろいろたくさん送ってください。全部読みます。それでは、最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。